足尾銅山の公害被害を拡大させてしまったのは他ならぬ科学力の低さと栃木県の対応が問題でした。驚きの事実は何の確証もない公害被害であったことです。明治18年、魚の大量死をきっかけに足尾銅山の問題が始まりました。明治21年には作物が育たない問題が発生していました。こうした問題をきっかけに公害被害者は魚の漁獲量の変動を証拠品として提示しました。もちろん魚は自然生態であり、足尾銅山と直接的な証明となりませんでした。当時の記録を出版した書籍、論文にはこのような記述があります。科学的に県立宇都宮病院に水質検査を依頼したところ、渡良瀬川の水質から硝酸、銅、アンモニアが検出され、これを公害問題として公表した。しかし、よく考えてください。この科学証明は全く関係のない証拠だったのです。足尾銅山の出荷量が6000トンに及んだのは銅鉱石です。銅鉱石はそのままでは不純物が多いので、精錬処理され、徐々に不純物が落とされていきます。ここで問題になってくるのは、不純物の中に硝酸が混入していないことなのです。硝酸は金属などの抽出の際によく利用される硫酸とよく似た薬品ですが、銅まで溶かしてしまうため、利用されることはまずないものです。自然界で発生する方法としては、現在のようにガソリン、軽油などの石油に混入する窒素成分が酸素と結合して二酸化窒素となって、これが水分と反応して硝酸の酸性雨として発生することはあります。また、一部の書籍などには、選考過程で薬液を利用して、それを排水していた。当時、足尾銅山の選考方法は、浮遊選考などの水と油の特性を生かした方法が採用されていました。当時の事情を考慮すると、硝酸を利用する工程がどこにもありません。さまざまな要因を考えると、明治20年代に発生する要因がありません。唯一発生するなら、発酵した農作物から作る肥料に稀に発生することはあります。また、アンモニアは肥ダメなどの糞尿から発生したものが河川に流れたことで検出したものと考えられました。ここで確たる証拠と思われるのが銅です。銅が検出されたため、鉱山が問題であるというのは、実は立派な証拠になりません。銅は銅鉱山が上流にあれば必ず検出されます。日本各地の鉱山の露頭など銅が地表面に露出している場所は多くあります。こうした銅は何かの拍子に岩が砕け、より高濃度な銅鉱石が地表面に露出することはよくあります。銅は雨が降れば若干の酸化反応で溶解します。足尾銅山にもありますが、沈殿銅の採取など水に溶けた銅の採取もされていました。さらに河川などの水中に浸る状態であれば、より顕著に水質調査に引っかかります。特に栃木県、群馬県は温泉が多いことから、河川に温泉が排水されていることが多く、より銅の溶解が早いのではないかと思われます。こうした内容を踏まえると、公害被害は確かに発生していましたが、それを現在で立証する証拠が全くないのが真実です。また、水質調査の内容に関して興味深い実験があります。硝酸の製造はアンモニアを白金触媒で製造するオストワルト法が有名ですが、この方法が確立される前は高電圧によって空気中の窒素と酸素を強制的に結合させ、二酸化窒素を製造し、これを水溶液に溶かす電気化学による製法があります。しかし無色の液体のため、これが硝酸であるか試験するために銅を水溶液に入れます。すると銅は溶け始め、濃度によっては膨大な時間がかかります。そこでアンモニアを水溶液に入れると銅イオン結合して水溶液は青色になります。つまり水質調査の報告は実際は
汚染された土壌を採取し、これに硝酸を加え、溶かした。銅の存在を確認するために、アンモニアを加え、土壌に銅が混入しているのを確認した。こうした内容が一部の情報捏造により、河川に硝酸が混入している内容に書き換えられたのではないかと思われます。足尾銅山の公害被害は、操業停止を過度に騒がせた反対運動ではないかと疑わしいところが多いです。稲作、魚の大量死は直接的な要因が立証できませんが、おそらく先行設備が不十分のため、採取しきれなかった捨て石が河川に流出し、川の流れによって粉砕され、微粒子となった銅が水質汚染に起因しているものではあります。もし、現在でこの内容を立証するのであれば、土壌に含まれる銅の含有量を記録として残すべきだったと思います。田中正造を美談として語るのは、弱き者を助けるために訴えたことだけで、確実な証拠もない状態で訴えた一人でもありました。しかし、当時はこうした確実な立証もない状態で、政府は民衆の沈静化措置として予防工事策を発令しました。足尾銅山の公害被害は、古川一兵衛が開発を開始する以前に、すでに発生していた記録があります。幕府が開発を盛んにした1600年代に、製錬の際に低品質な鉱石はそのまま河川に破棄していました。そのため、魚が死滅するなどの問題も発生していましたが、農民は幕府を恐れ、誰も暴動を起こしませんでした。一兵衛の経営に入ってから民間会社であることから、下流住民は工場の操業停止を訴えました。ここで私たちが教科書で印象を受けてきたのは、工場が全く話を聞かない、栃木県と癒着しているため交渉ができないなどの古川が背く姿が印象的でした。しかし実際は全く話が違いました。一兵衛はこの知らせを聞くと直ちに東京本社で交渉をすべて引き受けることにしました。さらに各方面に自ら赴き、暴動収束に全力を尽くしていました。一兵衛も鉱山に対して素人ではありません。下流の農地被害を調べては、何が要因であったかを追求したところ、鉱山からの排水に粒子となった銅が混入していたことを突き止めました。そこで一兵衛は公害被害者と古川との間に示談契約を発行しました。内容を要約すると、排水処理設備を古川が建設すること、示談金を支払うこと、設備が機能しなかった場合は別の条件を受け入れるなどの両者和解を前提にした示談交渉でした。示談は被害町村全体と話がまとまり、和解の方向に話が進み、さらに明治28年までにこの示談が成立後、永久示談とする方向まで一部の被害地で話が進みました。しかし明治29年、洪水が足尾銅山の枯れた大地を襲いました。この洪水で再び渡良瀬川下流は大凶作を迎えることになりました。一兵衛が必死の努力で永久示談にまで進めた話も全て崩れ、暴動は激しさを増し、工場の操業停止を訴える農民が工場、役場に殺到しました。公害被害者が提出した資料は、どれも鉱山による確実な立証になっていませんでした。栃木県としても、古川に対し、立証もない状態で対応を迫ることが難しく、対応に苦戦したと思われます。ところが、一兵衛から示談交渉の全面引き受けにより、反対運動も早期収束を迎えていました。しかし、明治29年の洪水により、水質汚染の抗議ではなく、洪水防止へ話は飛躍していきました。明治政府は事態収束のために予防工事命令を古川に発令し、工場の早期改善を求めました。一兵衛は直ちに鉱山の予防工事策に着手しましたが、沈殿設備の設置、
ズリステバの移築など当初の示談以上の内容でした。しかしこれでは解決にならないと異論を唱え、民衆の不安を煽ったのが田中正造でした。田中正造に煽られた下流住民は激化し、さらには他社鉱山事業者にまで日本の鉱業界を停止に陥れる事態に発展していきました。明治政府としては鉱業界が停止することになれば多大な国力減退になりかねない考えもあれば、足尾銅山をこの際停止して暴動の沈静化を図る考えもありました。そこで予防工事と別に除外工事を実施することにして、その結果次第で今後の足尾銅山の操業が決議されることになりました。当時足尾銅山鉱毒調査会が足尾銅山の未来をかけた文章が残されています。足尾銅山の事件は足尾だけの事件ではなく鉱山全体の事件である。つまり若い足尾に向かって過ちをすると、その過ちが日本の鉱業を阻害することになる。足尾銅山を見たところ、いくらでも改善の余地はある。どうしても足尾銅山を立派な手本にしなければ、他の鉱山は治りはしない。足尾銅山が潰れれば、他の鉱山も潰れてしまう。一旦止める方向で決まってしまったが、これを復活するのには非常に骨が折れた。だいぶ耳を傾ける人が増え、予防命令を出して鉱山を生かそうという考えになった。足尾銅山を財源とする見地ではなく、鉱業界の発展とその公害防止の見本とする動きが政府の中で動き、足尾銅山と鉱毒を単に失敗とするのではなく、改善策の見本とすることがあったのはあまり知られていないことでした。こうして足尾銅山は改善の見込みだけではなく、日本の銅鉱山の見本として予防工事令が5回にわたって発令されました。明治29年から発令され、明治37年にすべての工事を明治政府の規定に準ずるところとなりました。また洪水被害が発生した渡良瀬川の治水事業として、明治43年から古川と栃木県によって改修工事が進められ、堤防の築造、蛇行河川の直線化など県が主体となって改修工事が続けられ、昭和2年まで続けられましたが、足尾銅山の直接的な要因ではありませんでした。足尾銅山が問題とされたのは、微粒子の銅が洪水のたびに渡良瀬川下流まで流れてくることでした。しかし本来河川管理は県知事管理でした。つまり洪水を引き起こさないように管理するのが本来の県知事の職務であり、古川もあえて問い詰めなかったのではないかと思います。こうして足尾銅山の公害被害は収束を迎えました。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。